っちだよ。こっち。はい。はい、ババンババン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 ババンババン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 ババンババン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 ババンババンバンおびばなな。はい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライフを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこに夕飯の残りのカリカリと鰹節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて、瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今、画面に収まっておりますのが、白黒のクータくん。画面に収まっておりませんが、三毛猫のたまちゃん、グレーのぐーちゃん、白茶のゆりさん、チャトラのまさるくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活って、どんな感じなのかなっていうのを、ちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。ね、今日は全然食べないよ。どうしようかと思ったけど、食べ始めてくれてよかったよ。よかったよ。はい。ともひこさん。我が家のミャンダは煮干し入り牛乳を飲んでました。お、いい子だな。いい子だな。まあ、うちもね、牛乳は好きみたいなんだけどさ、牛乳あげちゃったらね、さっきの白黒のクータがさ、まあ、吐いてしょうがなかったわけよね。で、もう一回ぐらいね、なんかそれわかんなくて牛乳が原因だってことはね、なんかしばらく経ってから忘れた頃にまた牛乳あげたらさ、また同じような症状になったんで、あ、これ牛乳ダメなんだなっていうことが分かって、で、まあそうなるのはクータだけなんだけどさ、まあだからといってね、クータだけにあげないっていうのもなかなか難しいのでね、我が家では今は牛乳はあげてないんでございますよっていう感じよ。で、一日一個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言います。で、なんでジャスティースって言うかっていうと、後ろにいるうさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。
で、たけしの言葉で乾杯のことを Justice って言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では、いきますよ。せーの。Justice。猫いなくなっちゃったな。たけし Justice。今日は塩入りの水だよ。はい、息のじゃった。水だと思うんじゃんな。お湯がなくなっちゃったんでさ、めんどくせえと思って今日は水にしたんだけど、水だと一気に飲んでしまいますな。ともひこさん。みあんたはお魚の頭と骨と、皮とかな。尻尾よく食べてました。いい子だな。いい子だ。うちの子はもう本当に何あげても食べなくてな。もうしょうがないからにゃんこのご飯あげてるよなっていう感じな。そう、煮干しもさ、そう、イワシなんだよね。イワシって何かなと思ったらさ、煮干しもイワシなわけよ。あ、だからね、クータは食べようとするのかな。クータとブーちゃんと抹茶はね、煮干し一応食べようとするんだけどね、口の中に入っていかないっていうのかな。なんか加えて食べてる風な感じにはしてるんだけど、結局体の中に入っていってないんですけど、みたいなことが多くてね。まあ、クータは割とそれでも食べる方だけど、だからたまに食べてる時あるけどね、ほぼ食べないんでさ、どうしようかなっていう感じなんで、今ね。てんたまさん、今夜もジャスティース。藤子さん、皆様、こんばんは。ボスは、本日もお付き合い、よろしくお願いいたします。ね、で、今日もさ、カリカリね、ちょっとずつ、ちょっと出してあげて、で、なくなったらちょっと出してあげて、みたいな感じだったんだけどさ、今日はまたさ、朝ごはんを全然食べなくて残ってたわけよね。なので、いつまでもあげなかったんだけどさ、で、亡くなったんで、ようやくカリカリをちょこっとあげたんだけどさ、夕方ぐらいまでそれが残っててさ、いや、よくよく考えたら、朝ごはん今まであげてた分しかさ、まだあげてないんだけど、大丈夫なのかい、猫たちは、みたいなのでね。で、さっき亡くなってたんでさ、ね、さすがに食べてる量少なすぎね、と思って、ちょっと多めにっていうのかな、カリカリあげたらさ、やっぱり食べないのな。やっぱり食べないんで、しょうがないからだから今ね、鰹節かけてあげたからさ、食べるかなと思いきや、まだ全然食べてるようで、あんまり減ってないんだよな。カニタさん、ジャスティス、こんばんは、暴走は本日もしぶとくやっておりますよ。ヨシさん、ジャスティス、皆さん、こんばんは。はい、よろしくお願いいたします。さあ、今日は何の話しようか。いつも何の話しようかっていう感じかな。今日は、土曜日で晴れてたのか。だから洗濯したんだな。で、ゴミの日、資源ゴミの日だけど、なんかなかった気がすると思って、今日は出さなかったんだよな。出さなかったんだけど、まあ、段ボールのゴミが少しあったから、出せばよかったかなと思ったんだけどね。まあいいか、みたいな感じで、洗濯はしたのかな。で、あと何したっけ。動画の編集してたな。北海道さん、ジャスティス。ともひこさん、旅行に行った時に、ミアンタ用のご飯の煮干しを隣の家の人に頼んで、いいな。えっ、と、餌皿に入れてもらってたんですが、他の野良猫たちが食べてました。外だったのか。そっか、外だとそりゃ食べちゃうよな。そうだと思うわ。だから前にさ、嫁やってた時な、一戸建てっていうのかな。なので、田舎なんでね、畑も庭もあったんだけどさ。でね、誰もいない時に
誰もいない時に。猫がさ、やっぱりね、いろいろあげるんだけどさ、もうすぐ飽きてすぐ食べなくなっちゃうんだよね。だからもうさ、全然食べなくなっちゃった。カリカリな。困ったなって思ってて。で、そういうのを誰もいない時に、庭に撒いて庭に巻いてね。そうするとね、なんか次見た時に、あっという間になくなってんだよね。だから、ああね、だから野良猫たちがさ、食べてくれたんかななんて思ってたんだけど、なんかある時さ、その食べてる姿は見たことないんで、なんかしばらく外見てたんだよね。そしたらね、あっという間に鳥たちが食べててな、あ、にゃんこじゃねえんだ、鳥が食うんだみたいな感じでな。まあでもね、うちにあっても全然無駄になっちゃうからね。まあ動物たちのね、栄養になってくれたら、ありがたいよっていう感じでね、誰もいない時に時々そうやって、にゃんこのご飯をね、消費してたかなって感じだったな。そう、外だったらね、いろんな子が食べちゃうよな。そうで、最初に飼ってた子はさ、野良猫からさ、拾ってきた子だったんでね、なんか外に出してやった方がいいのかなと思ってさ、ごく稀にね、気が向いた時だけさ、外に散歩に連れてったんだよね。そうするとやっぱりね、茂みの中かなんかに、まあ、野良猫用なのかなと思うんだけどさ、猫のご飯をね、なんか用意してるうちがあったんだよね。で、そこにさ、茂みの中にどんどんうちの猫がさ、入っていっちゃうわけよね。でさ、なんだろう、なんでそんなところ入ってくんだろう、もう厄介だなと思ってたらさ、どうもね、餌が置いてあったみたいなんだよね。で、それを食べてたみたいでさ、ちょっとと思って。うちはあげてんじゃんと思ってさ、なんでうちのご飯は食べないのにそうやってさ、ね、よその子のご飯は食べるんだいと思って、まあ元野良だからな、そうやって生活してたんだろうから、そういう嗅覚はね、まあきっと敏感だったんだろうけどさ、もうちょっとおい、おいって感じだったな。外だとね、やっぱりどうしてもな、思惑通りにはいかないな。ね、北海道さん。古代米に興味のない北海道さんです。あ、そうだね。私も特別、今までね、気にしてなかったっていうのかな。まあ、外食行ってね、雑穀米が出てきてね、まあ、それ食べて美味しいなぐらいでさ、なんか特にそれに関して、なんか自分の家でも取り入れてみようとか考えたことなかったんだけど、今日ね、ヤフーフリマで、500円以上のお買い物で200円割引のクーポンが出てるんでね、なんか買わなきゃと思ってたわけよ。なんか買わなきゃって思ってたんだけど、海苔を買うか、乾燥野菜を買うかで物色してたんだよね。ただ、あんまり安くないんでさ、1000円ぐらいしちゃうわけよね。海苔にしてもさ、乾燥野菜にしても。そうすると200円引きでもさ、800円じゃん。でさ、ペイペイの残高があんまりないんでさ、あんまり減らしたくないんでな。だからどうしようかなと思ってさ、なんか、とりあえず保留にしてたわけよね。とりあえず保留、何買うか決まるまで、とりあえず保留って風にしてたんだけど、今日見てた動画でね、その雑穀米と海苔さえ食べてれば、日本人の体の栄養はね、もう十分取れますっていう話で、おう、そうかと思ってさ。で、しかも雑穀全然、楽だからみたいな感じで、ね、紹介してくれてて、おう、そうなのかと思ってさ、そりゃええ話やと思って。そりゃええ話やと思って、じゃあと思ってね、今日は、古代米っていうんだっけ、を検索してね、で、それを買ったんで、なので、今日の質問ね、雑穀米だったっけ、食べてますかみたいな、質問にしてみました。まだ、私は食べてないけれども、送られてきたらね、これからは、古代米をね、食べてみようと思いますよ。
てんたまさん、街中でクラフトビール祭りが開催されているのですが、1杯800円出た。コンビニのビールで十分ですね。なんか最近さ、なんかあんまりなっていう感じよね。そういうのやっててもさ、なんか値段が高すぎて、なんかな、なんかな、みたいなな、琵琶湖くんがさ、千客万来に行った時の状態になるような、あれになっちゃうよな。北海道さん、鳥が食うんだ。そうそう、鳥が食ってた。そっか、と思ってさ。ヨッシーさん、イベントのビールは割高ですから、あ、そっか、そもそもが高いのか。別に、なんかお買い得的な雰囲気が味わえるもんでもないんだな。ヨッシーさん、それでも飲みたい人は多いですね。ね、まあ、暑くなってきたらビールが美味しい季節なんだろうからね。なんとなく雰囲気で、じゃあちょっとね、季節もんだから飲んでみようかな、みたいな感じでね。まあ、飲むんだろうけどね。北海道さん、天玉さん、北海道さんはビールと言いながら、第3の金麦です。ヨッシーさん、エビスビールは飲まないの？ヨッシーさん、一番搾りとかね、なんかエビスとか一番搾りとかは美味しいみたいだもんな。北海道さん、乾燥野菜、はい、備蓄が備蓄を解放しまくってなっていうか、まあ、賞味期限がね、もう切れてて、それを食べてたらなんか備蓄減っちゃったよっていう感じなんでね、まあ、入れ替えの時期が来たんだろうなっていう感じなんだけど、ちょっと備蓄をね、そろそろ買い足したいな、みたいな、モードに入ってるわけですよ、今ね。てんたまさん、800円のビールを気兼ねなく飲めるようになりたいですね。ああね、だからね、価値観変わったよ。価値観変わって、明日死ぬとしたらな、明日死ぬとしたら、今私は何をすべき、何をすると一番幸せなんだろうっていうふうに考えて、で、このビールを今私はどうしても飲みたいのかどうなのかって考えて、で、まあそうでもないかと思えば、まあ飲まないし、うん、飲みたい気がするって思ったら飲むし、みたいな感じでね、だから、値段で考えなくなったね、あんまりね。今自分はこれを飲みたいのか飲みたくないのかでね、選択するようになったな。ね、明日死ぬからな。ヨッシーさん、違う、てんたまさん、ヨッシーさん、一番搾りは飲みますよ。あ、やっぱり美味しいんだ。ヨッシーさん、一番搾りはビール好きには一番人気かも。あ、そうなんだね。てんたまさん、ビール工場で作りたての一番搾りを飲んだときは、特に美味しかったです。あ、味違うんだね。北海道さん、ヨッシーさん、一番搾り、自分へのはご褒美です。北海道さん、やべ。ともひこさん、私は糖尿病なので、ビールはもちろんコーラも控えてます。そうだね。吉井さん、糖尿病は辛いですね。痛風は大丈夫ですか？ああ、そっか、ビールは痛風になるんだっけ。北海道さん、飲みすぎて、キーボードのミスタッチなのか。ね、さゆりさんみたいにおしるこキーボードにこぼしたんじゃなくて、キーボードにビールこぼしたわけじゃないのか。よかったな。てたまさん、千客万来は調子に乗りすぎ。そう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 、もう何にも買えない。ほんと何にも食べれないよね、あれね。さすがに明日死ぬっつったって、それでも、いいや、みたいな感じになるな。ともひこさん、毎週金曜日に、インシュリンか。てたまさん、北海道さんは今夜もドンとシュトップですか？そうだね。ドンとシュトップだね。北海道さんはね、飲みっぱなしだね。カイダーさん、受ける。北海道さん、今日の札幌は真夏日でした。あ、確かに今日、昼間ね、天気で晴れてる時間帯はちょっと蒸したよな、今日かな。
カニタンさん、東京も暑かったので、パフェ食べました。確かにね、あの時間はちょっとアイス美味しいかもみたいな時間帯だったよな。あの、なんかまた冷凍バナナ作っちゃおうかなみたいな気になったもんな。ともひこさん、インシュリンが出やすくなる注射を打ってます。インシュリンが出なくなる病気なのか、糖尿病っていうのはな。で、それを出すことがいいんだ。で、金曜日は、毎週1週間に1回でいいってことなんだな。てたまさん、ともひこさん、糖尿病はきついですね。ね。てんたまさん、北海道さんも糖尿病は気をつけないと。まあ、現代人はみんな予備軍だからな、みんな気をつけないとってことだよな。北海道さん、明日自分が死ぬ時に何をするか面白い。はい。もう昨日死んでるんですよ。昨日死んでるんで、余分に今日生きてるんでね、今日余分に生かされた今日何をするのがすべきかなって考えるわけよね。で、明日死ぬとしたら今私は何をすべきかっていうことをね、考えるんですよ。吉井さん、明日死ぬのなら周りの幸せのために残りの時間を費やしますね。だからみんな自分自身が幸せであれば、全員が自分が幸せであれば、ね、不幸ってないわけじゃんか。だから自分自身を幸せにすることに全力を尽くすしかないんだけどね。北海道さん、確かに糖尿病。てんたまさん、よしさん、明日亡くなるようなら連絡ください。あれか、オフ会するのかな、うどんオフ会でも開くのかな。北海道さん、藤子さん、その発想は、さすがですかな。ありがとうございます。今この時しかないんだよね。今この時の連続なんだよね。この瞬間、この瞬間の連続でしかないんだよね。今しか経験できないわけよ、人間ってさ。人間っていうか、人間だけじゃないと思うけど、今この瞬間しか生きられないんだよね。だから今この瞬間の連続なんで、今この瞬間を幸せにすることに全力を尽くすことしか、人生の目的ってないんだけどさっていう感じでさ、今日朝見てた YouTube で、長男花子さんっていう人がいて、で、名前は知ってたんだけどさ、その人は知らなかったわけよね。で、その人にインタビューしてる動画があって、この人知らないな、ちょっと見てみようかなと思ってさ、それを見てたわけよね。で、その人は霊能力者みたいなんだよね。家族全員霊能力者で、大変だったみたいな話をしてて、へえ、そうなんだなって思ってさ。で、その人が言ってたのがね、もうほんとそうなんだよなって思ってたのがさ、犬を飼ってるんだって。で、犬を飼ってて、スピリチュアルって結局何なんですかねっていうまとめのね、話の最後のまとめの質問で、スピリチュアルって何なんですかねっていう質問に答えてたのが、もう本当そうなんだよね。私もそう思って日々、生活をしてるんだけどさ、なんて思ってたんだけども、その人が犬を飼ってて、で、もうそこら中にうんこしちゃうんだって、もううちと一緒じゃんと思ってさ、そこら中にうんこあるのうちと一緒じゃんと思ってさ、犬がそこら中にうんこしちゃうらしいんだけど、この瞬間ね、私が、目の前のこのうんこを片付けるっていうのが、私の人生、それがスピリチュアルだと思いますよって言ってさ、もう本当だから今この瞬間目の前にあることに、精一杯ね、尽くすっていうのかな。誠心誠意、
過ごすっていうことが、まあ、なんて言うんだろう、それをスピリチュアルっていうのか、なんだかわかんないけどさ、それが、まあ、最大の人生の目的というか、そういうことなんじゃないかと思って。だから、にゃんこのお世話時々大変だなって思って投げ出したくなる時も、まああるんだけど、まあこれが、今これをね、やれることがきっと今私の最大の幸せなんだなと。にゃんこのお世話ができるっていうことが、今の私にとってのね、最大の幸せなんだろうなと思ってね、淡々とこなしているわけでございますよ。なんでそんな話になったんだったっけか。ていたまさん、悟りの境地ですな。はい、そうでございますね。じゃあ、あと何の話しよう。この流れで、あと何の話する？今日はそう、農協行ったらね、農協やってなかったんだよね。もう農協やってないやと思って、どうすっかなと思って、うちにあるものでね、まあ昨日いろいろ買ったからさ、なんかあるっちゃあるんでね、うちにあるものでなんかしてもいいんだけど、で、まあ、野菜がちょっとないかなっていうかさ、なんだ、エリンギのスープを作ったわけ。エリンギのスープを作って、だからエリンギだけなんでね、野菜ちょっとねえか、どうしようかなと思って。で、うちのベランダに生えてるオカワカメね、まだちょっとなんか一回収穫しちゃったらそれきり、なんかね、減っちゃったんだけど。生えてこないんだけど、みたいな感じなんだけど、まあ少し大きくなったやつを収穫して、で、それ入れてね、で、ご飯炊いて、で、おじやにして、で、今日は食べたんだよね。納豆ね、納豆入れようかなっていう気になって。で、スーパー行って納豆を買いに行って、でね、きゅうりが今日はね、4本入りのきゅうりが30%引きのシール貼られてたけどね。で、今日暑かったからさ、なんかきゅうり美味しそうに見えたんだよ。あ、きゅうりいいなと思って。なんか今まですげえ細いちっちゃい美味しくなさそうなきゅうりが2本で200円とかだったけどさ、なんか今日普通に美味しそうなきゅうりが4本でね、いくらだったかな。200円ぐらいだったかな。が30%引きだったんで、あ、じゃあまあそこそこいいかと思ってね、きゅうり買ってきて、で、早速きゅうり食べたらね、美味しかったよ。美味しかったよ。今日はきゅうり美味しかったな。北海道さん、私は人のうんこのお世話をしています。ああ、そうだね。尊いな。尊いな。素晴らしいな。カニタンさん、さすがですね。さすがだな。てったまさん、北海道さんは尊いお仕事をされているのですね。ね。北海道さん、そうそう。悟りの境地っす。ヨッシーさん、北海道さん、それは大切な仕事です。メイが、看護婦さんで、うんこの世話の話は聞いています。とても大切な仕事ですね。もう本当ありがとうございますっていう感じだよな。北海道さん、最近じゃがいもが高いですよね。ああ、そうかもしれないね。なんか今日じゃがいも食べたいなってそういえば思ったんだよね。で、今日はもう一回スーパー行っちゃったから、どうしようかな。もう一回行くのは嫌だけど、でもなんかじゃがいも食べたい気がするから、じゃがいも買いに行こうかななんて思いつつ、結局行かずじまいでこの時間を迎えたんだけどな。確かに、じゃがいも買ってないから、じゃがいも高いのかもしれないな。ねえ、なんかスーパーほら、売ってたり売んなかったりするようになってきたっていうの。前はさ、まあ、人参とか玉ねぎとかじゃがいもとかさ、もうあるものがずーっとあったけどさ、なんか最近、今日は人参がないとかさ、今日は玉ねぎがないとか、なんかそんな感じでね、でじゃがいもは売ってないことが多いかな。水煮っていうの、皮が剥かれた状態で、もう真空パックに入ってるのとか、なんかそれはあるんだけど、普通に皮付きのさ、野菜の、えー
ね、生のっていうのかな。前回もね、ほとんど売られてないんだよね。だからまあ多分高いかなんか、入手が困難になってんのかなっていう感じ。だからあれがね、不作なのかね。まあいろんな野菜がそう考えると不作なんだろうねって思うけどね、天気が。まあ寒くなきゃいけない時期に暖かかったり、ね、もうそろそろ暖かくないといけない時期に寒かったりとかするからな。なんかいろいろと野菜がきっと不足なんじゃねえかなと思うんだよね。あはは、藤子さんに質問です。酔っ払いがなんか質問するらしいぞ。じゃあタロットカードタイムでも行くかね。ねえ、北海道さん。最近泣いたことはありますか？最近泣いたこと、なんだろうね。最近泣いた、なんか風が吹くと私涙が出てきちゃうけど、そういうことじゃないんだろ。冬は涙出てきちゃうんだよな、勝手にな。はい、タロットカードタイムでございますので、シャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。よしさん、じゃがいもは高いけど、玉ねぎやきゅうり、トマト、ナスは安価になってます。ああ、そうなんだね。ねえ、なんかこの前まですげえ高かったと思ったらさ、なんか急にあれまた元に戻ってるけど、みたいなことあるじゃんか。ほんと野菜の価格が全然意味わかんないね。北海道さん、そうそう、酔っています。ペンタマさん流された。最近泣いてない気がするな。もう、にゃんこのお世話にね、時々めげそうになるけれども、だからといって泣いてはない気がするからさ。北海道さん、ストレス発散のチャンネルです。はい、そうです。ストレス発散のチャンネルです。てんたまさん、ヨッシーさんは自炊されるから、野菜の価格にも詳しいですね。あ、確かにそれあるよね。自炊する人じゃないと。そう、スーパーのね、ものの値段わかんないもんね。そうだよ。だから、なんか、結婚してる時に旦那と話が合わなすぎて泣きそうだったっていうか泣いてたな。その時は泣いてた。結婚してた時は、まあ、毎日よく泣いてましたって感じだったな。最近だから、なんだろう、映画とか見て、なんか感動したりとかすると、そういう時には泣くんだけど、ただ、この前の、すずめの戸締まりでは、別に泣かなかった。特に泣くシーンはなかったんでね、泣かなかったんだよね。最近泣いたか。泣くとスッキリするからいいんだけどね。すっきりするからいいんだけどさ、泣かないんだよ。だからあれよ、感情が揺さぶられて、羨ましいよって昨日言ったじゃんか。ねえ、泣くチャンスをね、与えてもらえて、ありがたいで、羨ましいなって思ったわけよ。なかなか泣けなくて。だから、もう、なんだ、痛くて泣くのは嫌だけどさ、痛くて泣くのは嫌だし、まあ、そんなに泣くほど痛い思いすることも、まあ、ほぼないけどもさ、なんか先に泣くとしたら、なんかそういう理由そういう理由。なんか心が揺さぶられて泣くんではなくて、なんか物理的になんかもうどうしようもなくて泣くみたいな。そういうぐらいでしかなんか泣けないんだよね。ペンタマさん、結婚時代に涙をかってた。あ、そうかもしれない。出し尽くしちゃったかもしれないな。そうさ、そうそう。嬉しい時や
したときは泣いてしまいます。そうそう。映画とか見てね、感動したりとかしたときは、まあ泣いちゃうんだけどさ。そういうときはスッキリするから、それはそれでいいんだけど。だからそのために泣きたいなと思って、感動するやつないかなと思って、で、そういう時に映画見たりとか前はしてたんだけどさ、最近そういうさ、感動する映画じゃなくて、なんか今後の生き方に参考になりそうな映画っていうのなんかそういうのを選んじゃうから、ジャンル的にさ。なんか感動するのとはまた違うんで、泣かないんだよね。北海道さんと、よしさん。アニメやゲームで、感涙したこと多いですね。あ、確かにゲームで感動することあるよね。てんたまさん、いろいろ経験していると、心に鉄壁のガードができて確かに。不意打ちでしか泣けなくなるという、もうね、まさしくその状態になってると思いますよ。カニタンさん、てんたまさんもご苦労されたんですね。そうだな。北海道さん、物理的になるの普通。てんたまさん、カニタンさん、自分はそんなに苦労してないですよ。そう。私は、親にすら、同情されるぐらいの壮絶な人生なので、親に同情されるような壮絶な人生なんでね、ちょっとやそっとのことじゃもう泣けなくなってますな。よしさん。フランダースの犬、鑑賞したとき、FF の、パロムと、ポロムの化石のシーンなど、そうそう、RPG のな、RPG で泣くときあるよね。わかるわかる。最近やってないからね、ないけどさ。いや、すげえなと思って、ゲームで泣くんだと思ったよね。泣く泣くな。そう、だからアニメだっけ、漫画だっけ、漫画とかでもね、泣いたことあったと思うよ、子供の時とかな。ありがとうございます。では、北海道さんからストップの掛け声いただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃん。黄色いカードだ。アホなカードだ。アホのこのカードだね。アホだし、何も持ってないしな。もう最強のカードだな。もう壊りたい。な。もうプライドも何も投げ捨てて。もう、なんもない。これ以上、傷つきようもない。そっか、涙も枯れ果てたから、もう涙すらないのカード出ちゃったな。フールだな。出さなきゃダメだ。北海道さん、アホのカードはい。たまさん、アホの作方で合ってる適当に今歌ったけどな。はい。愚者だ。愚者。タロットの愚者の正位置は自由。逆位置かな、今日な。逆位置なら無責任になっているかもしれません。はい。基本意味。愚者は一切の、
がなく夢見るままに動く自由さを表すカード。さんさんと太陽が輝き晴れ渡る空の下。希望だけを胸に歩む若者が描かれています。ただこの若者は足元が崖であることに気づいていません。危険を忠告するために、吠える犬の存在を気にしない。若者のこの先がどうなるか誰にもわかりません。また、ゼロのナンバーを持つ愚者のカード。スタートの前段階を暗示。無知だからこそ何でも想像できる力を表します。シンボルの解釈。花柄の服。気の向くまま。希望に満ちた心。遠くに見える山。横たわる数々の現実。今後ぶつかる障害。足元の犬。忠告。忠誠を誓うパートナー。崖。楽観の世界。チャンスとなるピンチ。逆位置。逆位置。キーワード。無責任。無謀でもなんとかなると飛び出す勢いがあります。その先に予想外の物語が待っている場合も、逆位置の意味は現実は甘くないことを暗示、厳しさの中で進む方向が定まらないかもしれませんが、リスクや注意点がよく見えているとも言えます。逆位置キーワード、翻弄、放浪、無責任、無計画、孤独、決まらない、気まぐれで動く、逃げ腰になる、悩み別読み解き例、恋愛、不誠実な愛、曖昧な態度、仕事、責任感も能力も不足してトラブル、伺う、協調性不足、自分自身に正直であれ、愚者を人物やキャラクターに当てはめて読み解く逆位置。気まぐれすぎて社会性に欠ける。孤立しがちで音信不通気味。はい。具体性や現実味のないプランを出す。優柔不断で決断力がない。深読み。愚者のカードには黄色が多く書かれています。空もブーツや服にも黄色。タロットにおいて黄色は希望や幸福感、祝福を意味する色。進む先に何が待っていても、未来に希望を抱くことが与えてくれるエネルギーは、絶大なものです。まとめ、想像力のカード。愚者は逆位置なら無計画さや惰性を表すカードでした。しかし、愚者は基本的に若いパワーに満ちたカード。聖地が出た場合は周囲の意見に耳を傾け。逆位置が出た場合は周囲の意見に耳を傾けてみるのがいいでしょう。いずれにしても結果を恐れないことが新たな道を切り開く鍵になりそうです。はい。というわけでね。本日のタロットカードを調べるの回は、なるようにしかならないし、どうなってもなるようにはなるんだから、いいんじゃないですかっていうカードだったと思います。はい。楽しんでいただけてたら幸いでございます。北海道さん、てんたまさん、ナイスっす。てんたまさん、なんか、接続がアホになってません？アホになってる接続が。やっぱりあれかな、土曜日は YouTube 見てる人が多くって不安定なのかね。私の声は皆さんに届いておりますでしょうか？北海道さん、今日の札幌はめっちゃ暑かったです。最高気温は27度でした。そうなんだ。じゃあ東京と変わらないから、逆に札幌の方が東京のよりもね、気温高かったかもしれないね。その昼間の時間は一瞬なんか蒸したかなとは思うんだけど、そんだけだったな。あとはもう今まで通り普通になんかちょっと若干うすら寒いくらいだって、うちにいる間はな。あとは何の話
あと何の話かな。お題前の話はしたな。あとは何がありますか言ったな。今日は6月の8日土曜日、ゴミ捨ての話はした。ゴミは出さなかった。北海道さん、そうそう、また北海道に。ね、スパチャよろしくお願いします。スパチャよろしくお願いいたします。あとは何があったかな。今日の話は何があるかな。あと8分あるね。今日は何がありますか？ヤフー。隠蔽疑惑問われる本部長の姿勢。全然わかんないな。ルンバに名前つけ、別れ惜しむ家族。ね。なんか、ルンバをさ、使ってたから、早々とさ、なんか、ルンバの、アンケートに答えたことあるんだよね、昔ね。で、ルンバに名前つけてますかっていう質問があったんで、普通にルンバちゃんっていう名前つけてますって答えたな。ゆきちゃんって名前つけたんだ。ゆきちゃんありがとう。廃棄予定のルンバ20組が、祈祷、神田明神で感謝祭、そんなことやったの？アイロボットジャパンは8日、廃棄予定のロボット掃除機ルンバを持ち寄って、祈祷でいいのかな、なんか読めないな。する、ルンバ感謝祭を、開催した。へえ、そうなんだ。全然知らなかったな、そんなのな。別れを惜しんだ。それどうすんだろう？燃やすのかな。4歳から3年半ほど、共に暮らしてきた田中さんが代表して感謝の気持ちを手紙にしたためて朗読、ルンバを見送った。ゆきちゃんと名付け、冬に買った、ルンバをゆきちゃんと名付け、愛着を持って一緒に暮らしてきたが、引っ越しのタイミングに合わせて廃棄することにした。なっちゃんとして迎えることになってたそんなことがあったらしいですよ。皆様はロボット掃除機は使っておりますかね？てんたまさん、隙のないスパチャ受け、はい。スパチャよろしくお願いします。もう YouTube の収益もな、下がりまくりなんで、もう今後ね、経費が出ない。動画の更新ができない。はい。スパチャよろしくお願いします。で、うちはそう、ルンバをね、その嫁に行った時にさ、私はルンバっていうお掃除ロボットがあること自体は知ってたんだけど、値段が7万だったんだね、その時さ、今いくらすんだか知らないんだけど、いや、7万はちょっとみたいな感じでね、思ってたわけよ。で、嫁に行った先で、その、シュートがね、テレビかなんかで、そのお掃除ロボットでルンバっていうのがね、なんかあるらしいんだっていう情報をさ、なんか仕入れたみたいなんだよね。で、そうそう、欲しいと思ってたんだけどね、なんていう話をさ、して、そしたらね、なんか誕生日のプレゼントかなんかにね、くれたんだよね。まあ多分自分も欲しくて興味があったからだと思うんだけど、なんかね、ロボット関係が、なんだろう、機械とか、そういうの好きだったみたいなんだよね。なんか家の中にそういうものがないんで、なんかあんまりそういう感じしないんだけど、働いてたのがね、じいちゃんは畑をやってたのかな。なんだけど、息子のその私の舅は、サラリーマンをやってたんだよね。で、そういう電気関係の会社に勤めてたんで、なんかどうもそういう、
機械系が好きみたいなんだよね。で、まあそんな話があったんで、意見があったんでね、なんか買ってくれたんだよね、まさかの。まさかのルンバ手に入ったみたいな感じでさ。だからその嫁に行った先でね、ルンバ使ってたんだけど、ただまああれね、すぐ故障すんのね。もう全然、もうなんだろうな。で、故障して修理するのに、外国、アメリカかなんかに送んなきゃいけないんだよ。だから修理するのに、いくらかかったんだろう。もう値段忘れたけどね、もう1台買えんじゃん。一台買えんじゃんみたいな感じの金額ね、なんか出して、で、とりあえず一旦は修理したんだったかな。で、すげえ時間もかかるわけよ。ね、外国行って戻ってくるからさ。で、ね、また、じゃあ無事治ったんだと思って使ったらさ、また秒で壊れたわけよね。でも、何これみたいので。で、なんかどうもバッテリーっぽくって、バッテリーをなんか買い替えればね、なんか治るっぽかったんで、で、バッテリーを買うこと自体は、まあ修理と違ってすぐに交換できたんだけれども、バッテリーもさ、1回1万円かかるんだよね。1万円みたいな感じでさ。で、もうしょうがない。とりあえず一旦買うかと思って1万円出してさ、電池ね、買える電池買ったじゃんと思ったんだけど、またね、1回使って壊れたんだよね。でも、これダメだと思って。もうこれダメだと思ってね。もう諦めたよね。これはもう修理しないと思ってさ。で、どうも調べてみたら、なんか作りがアホで、やっぱり外国の製品なんでね、日本の製品と違うんで、なんか作りがアホらしいんだよ。充電しちゃうと壊れるようになってるらしくってさ、何それ何それっていう感じじゃん。だからもうダメだと思って、これ電池交換してもダメってことじゃんねっていうのでね、やめたんだよね。だからどうもルンバではないけど、その後さ、いろいろお掃除ロボットってさ、出てきたじゃんか。で、日本製のものの方のが、ルンバよりもね、だから安いし、性能もいいみたいなんだよね。だからその後は、まあそれも自分で買ったわけではなかったと思うけど、確かもらったんだよ。ルンバではないけど、国産のね、日本のそのお掃除ロボットね。で、それをまあ多少使ったかなと思うんだけど、ただやっぱりね、あんまり掃除できないんだよね。だからそれで掃除機かけたのが早いわって感じなんでさ。まあ人にあげちゃったかなっていう感じで、今は持ってないけどね。だからお掃除ロボットは今まで2回使ったことあるかなっていう感じよ。ヨッシーさん、ルンバ12年前に購入して、今なお稼働中で掃除してくれてます。ああ、じゃあやっぱり私あれだ、家電製品と縁がないんだよね。どうもね、電化製品とね、相性が悪いっていうのはすぐ壊れるっていうか、なんか外れを引いちゃうんだよね。完璧ではないから、時々外れがあるんだっていう話なんだけどさ。まあ、とにかく外れをね、確実に引くんだよね。うちに来る家電製品、電化製品は、全部外れと言っても過言ではないぐらいにさ。まあ、外ればっかりなんだよね。だから多分そのルンバも外れだったっていうことなんだろうな。C さん、電池5回交換しましたね。そう。電池ね、交換しないと壊れるような。天玉さん、ルンバの修理って国内では受け付けてないのですか？まあ今はもしかしたら受け付けてんのかもしれない。その当時な、まだあんまりルンバが、なんだ世の中に、なんだ広まってない時期ね、には、なかったんだよ。国内で修理するとこなかったんだよね。北海道さん、ルンバ。天玉さん、ジルバ。
北海道さん、外れ。そうなんだよ。もうさ、全部外れなんだよ。もうほんと、もうそういう意味では泣きたくなるというか、泣けますね。というわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。たぬこさん、こんばんは、ボンソワ。おやすみ。いい夢見てね。たまさん、たぬこさん、こんばんは。はい。ね。で、明日はお客さんが来るので仕事なのでね、お休みしますので、次第は月曜日かなっていう感じでございますよ。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。ってなわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。